徴兵令の目的、内容、免疫規定、結果について説明をします。で、徴兵令って何なのかっていうと、明治維新の三大改革の一つである平成改革に位置づけられる政策です。で、その徴兵令の目的は、近代的な軍隊を作ることです。ちゃんとした軍隊を作りたいって明治新政府は考えたわけです。で、戊辰戦争の時に明治新政府は旧幕府と戦ったんですけど、その時の新政府軍は薩摩藩や長州藩などの藩兵が集まった軍隊に過ぎず、政府直属の軍隊っていうわけではありませんでした。あと、廃藩置県に対する旧大名からの反発を抑えるために、廃藩置県の直前に政府直属の軍隊が一応組織はされました。で、その軍隊のことを御新兵と言います。なんですけど、この御新兵は主に薩摩、長州、土佐の3つの藩から藩兵を集めて組織した軍隊でした。つまり、武士っていう特権身分の人が集まって組織された、ある意味昔ながらの軍隊だったわけです。こんな感じで、明治新政府は近代的な軍隊、ちゃんとした軍隊を持っていなかったんです。そこで、武士っていう特権身分の人だけで軍隊を組織するんじゃなくて、国民全員に兵役の義務を課すべきだっていう構想のもと、政府直属の新たな軍隊を作ることが目指されました。で、ちなみに、国民全員に兵役の義務を課すべきだっていう考えに基づいて、近代的軍隊を作ろうっていう構想を練ったのは、長州藩出身の大村益次郎っていう人でした。で、当初は藩兵による軍隊の方がいいんじゃないのっていう反対意見もあったみたいで、大村益次郎は1869年に暗殺されてしまうんですけど、その後、長州藩の山形有朋っていう人が引き継いで、近代的軍隊が実現しました。で、ちなみに靖国神社に大村益次郎の銅像があります。で、あともうちょっと言うと、廃藩置県の際に政府直轄軍として組織された御新兵は、1872年に近衛兵っていう名前に変わって天皇を警護する役割を担いました。また、藩兵は廃藩置県で解散させられたんですけど、一部は各地に設けられた鎮台に配置されて、反乱や一揆に備える役割を担いました。鎮台ってのは明治初期の常備陸軍のことです。で、次、徴兵令の内容についてです。1872年の徴兵国有。徴兵国有ってのは、これから徴兵しますよっていう宣言みたいなものです。徴兵国有に基づいて、1873年に徴兵令が出されました。で、その内容はこんな感じです。国民開兵が原則で、士族、平民を問わず、満20歳に達した男性から選抜して3年間の兵役に服させる。で、3年間兵役に服した後は、一定期間、有事や訓練の時に限って召集します。で、そういう役目のことを予備役、後備役と言います。つまり予備役、後備役っていうのは、普段は民間で普通に生活を送るんだけど、何かがあった時には軍隊に召集されて、で、召集が解除された後はまた元の生活に戻るっていうことです。予備役の方が優先的に召集されたらしいです。で、これが徴兵令なんですけど、ポイントは、武士身分っていう特権身分の人だけで軍隊を組織するのではなくて、さらに志願兵によって軍隊を組織するのでもなくて、国民全員に兵役の義務が課されたっていうことです。これがポイントです。で、国民開兵が原則とされたんですけど、兵役につかなくても OK っていう条件がありました。例えば、体格が基準に達しない人です。これ多分、背が低い人は戦闘のバトルの役に立たないからだと思います。で、あと、病気の人。これも多分、病気の人は戦闘の役に立たないからだと思います。あと、保守とその後継ぎ。これは多分、家が断絶するのはまずいっていう価値観だったからだと思います。あと、管理と学生。で、これは多分、勉学、勉強とかで力を発揮できる人は、そっちの分野で活躍してもらった方がいいからだと思います。そして、大任料270円を納めた人。で、これも多分なんですけど、新政府にとってお金を納めてくれるのは、兵役に就くのと同じぐらいありがたかったし、お金を納められるくらい裕福な人はビジネスの分野で活躍してもらった方がいいからだと思います。で、ちなみに270円ってのは現在のお金で約880万円らしいです。で、このような免疫規定の結果、実際に兵役に就いたのはほとんどが農村の次男以下だったようです。
次、徴兵令の結果についてです。兵役に行くのは嫌だ、死んじゃうかもしれないんでしょって思うのが普通の感覚ですよね。しかも1872年の徴兵国諭に、人は心と力を尽くして国に報いるべきなのだ、西洋人はこれを血税って言うみたいだよって書かれていました。この徴兵国諭の血税っていう響きが怖すぎますよね。で、本当に血を抜かれるって勘違いした人もたくさんいたらしいです。で、こうして血税一揆と呼ばれる農民の反対運動が起きました。最後、平成改革のその後についてちょっと話をします。1888年に陸軍の編成が国内の治安対策をメインとした陳代から対外戦争対策をメインとした師団に改められました。で、師団っていうのは戦闘バトルを行う人とそれを支援する人と、あと食料とかを補給する人の各部隊で構成されて、その師団で独立して軍事行動をできるっていう、そういうグループのことです。で、なんでこういう風になったかっていうと、当時はいつ清との戦争、中国との戦争が起きるか分かんないっていう状況だったからだと思います。対外戦争の準備をしなきゃいけないっていう、そんな時代だったわけです。あと、1889年には徴兵令が全面改正されました。免疫規定が廃止されて、ほぼ国民皆兵が実現しました。で、昔は兵役に行くのは嫌だっていう感覚だったんですけど、みんなだんだんと兵役に行かない人の方が恥ずかしいよねみたいな感覚を持つようになったらしいです。はい、以上で徴兵令についての説明は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。